どうもマックスです。ノア 1.1 日本武道館終わりました。見られた方いかが思いましたでしょう。ちょっとですね、鳥肌ものの素晴らしい興行だったんじゃないかなと思います。それはもう試合内容も含めて、そして、ボーナストラックと言っていいのかな、メインイベント2のバイバイムタも含めて、そして何よりこの演出面、それも含めて素晴らしかったんじゃないかなと思います。さあ、それではですね、早速どんな内容だったか皆さんと一緒に振り返ってみましょう。いろんな感想をお持ちの方がいると思います。第1試合、矢野安隆 VS 小沢大志。このカードですね、第1試合ということで非常に、新人の小沢さんがね、ちょっと先輩の矢野さんにどう向かっていくかというようなことでお話してたかなと思います。で、よく本当に会場入りました。今までびっちり入ってたんじゃないでしょうか。フルハウス、大入り袋が出たという話もありました。そんな中で、キャリアの浅い2人、特にこの小沢選手、まだデビューしてから6戦目ぐらいなんですかね。ただなんていうんでしょうか、この太もものこの張りというか筋肉のつき方、ますますこう大きくなってきたなと、このわずかな期間なんですけど思いました。それと、矢野選手、本当に落ち着いたですねもちろん勢いあるんですけど、それに対して小沢選手が本当に的確に技を決めていた。そしてこう基本的な腕の取り合いもあってという流れだったと思います。最後はですね、矢野選手が、比較的短時間で試合終わったんですけども、短時間ながらベーシックな動き、ノアの若手っていうのはこうなんだよというのを見せたように思います。そういう意味で第1試合、まずこう入りが良かったっていう感じでした。そして第2試合です。正木民也、稲葉大輝、稲村良樹選手 VS モハメド・ヨネ、斉藤明俊のファンキーエクスプレス&ちょっと前までファンキーエクスプレスだった谷口周平さんと、こういうカードでした。で、このカードですね、いつもならこうファンキーがこうファンキー明るいにこう走って、それにどこまでこう巻き込まれるのみたいなとこかなと思ったんですけども、この日はちょっと違ったように感じましたね。モハメド・ヨネだったり斉藤明俊がですね、谷口選手もちろんそうなんですけど強いんですよ。頑丈というか、しっかりその稲葉選手であったり稲村良樹選手であったり正木民也選手の攻撃を受けても全然こうね、ベテランなんですけど、いつも以上にこう強さを見せるというか、受けの強さも見せる。そしてやり返していくその技の一個一個がものすごく的確でですね。で、言ってました、稲村選手はやっぱりこうみんなのターゲットにされるんですけども、終盤爆発を見せます。そして、稲葉選手がどこまでこういくかなと持ち味見せました。キャノンボール等ですね、対角線に振って、コーナーまで崩れ落ちたところにですね、1回転してこうガーンっていくんですけど、ただやっぱり稲村良樹選手が爆発っていうところの前にちょっと印象かすんでしまったかもしれません。ですが、稲葉選手にしても稲村良樹選手にしても光ったのはこのモハメド・ヨネ、あるいは斉藤明俊、そして谷口周平のこの強さが見えたからというか、もうかなり強かったからこその稲村選手の爆発がいつも以上に輝いたように思います。最後は無双からのピンフォール、なかなかいいフィニッシュだったように思います。最後1対1になってですね、無双から決めたという展開でした。ここはファンキーエクスプレスが本当に輝いたという感じです。ちなみに正木民也選手は、2時間ほど前に0-1で田中将大選手の世界ヘビー級に挑戦して残念ながら敗れたという後の試合でした。
でもこの第2試合、一気にこう温まったというかですね、第1試合で入りが良くて、この第2試合でこのベテラン3人がですね、本当に強さというか、激しさというか見せたので、この第2試合で一気に会場が温まったように思いました。そして第3試合、忍者マック、ダンテレオン、アレハンドロ VS 近藤修司、忠助、弘樹と。近藤修司選手の強さがこうどこまで見えるかなみたいな話をしてたと思うんですけど、今後の3人良かったです。そしてこの、試合の鍵を握ったのはアレハンドロ選手でした。どうしてもこの今後の3人にアレハンドロ選手が捕まるんですけれども、途中でですね、忍者マック選手、あるいはダンテレオン選手が本当にのびのびとというか、落ち着いてるというか、楽しんでる雰囲気で終始余裕があってですね、忍者マック選手、ダンテレオン選手が流れを変えるというようなシーンがすごく目立ちました。そういう中でこうアレハンドロ選手がしっかり耐え抜いて、そして最後は一瞬の隙といいますか、それで、弘樹選手からピンボールと。近藤修司選手も、近藤修司さんもですね、ものすごくいい味出しながら、なおかつ忍者マック、ダンテレオンがアレハンドロ選手を盛り立てるみたいな、このトリオが今後もですね、いい味を出していくんじゃないかなと。ぜひこの3人での組み合わせ、もっともっと見たいなと思いました。いろんなこう軍団構想といいますかね、そういう中にこの、シックスメンというんですかね、こういう争いの3人ずつのこうユニットで、非常に楽しみなんじゃないかなと思いました。そして第4試合です。イホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア選手、小峠敦選手、吉岡誠樹選手 VS ドラゴンゲートの3人、望月正明選手、望月進選手、望月ジュニア選手という流れでした。で、望月ジュニア選手がノア初お目見え、極真空手をベースにして、ドラゴンゲートでびっくりしました。まだキャリアが昨年の6月デビューと言ってましたから、本当に1年ちょっとっていうところですかね。攻撃なんか本当に的確で良かったです。それに対してやはりこうイホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア選手が余裕を見せるといいますか、小峠選手、吉岡誠樹選手が、非常にいい動きといいますかね。ですがドラゴンゲートのお父さん正明さん、それがジュニアのピンチに駆け込むというシーンが見られました。ちょっとイホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア選手が別格でしたかね。この第3試合まででこうぐーっと、展開されてきたものがちょっと毛色が変わった、なんていうんでしょうか、毛色をちょっと変化球で変えたような試合に見えました。そして第5試合です。混合の4人、船木正勝、中島克彦、曽谷学、大原はじめ VS 藤田和幸、剣道家臣、ノサーロンガイ、そして X と。ここまでこうね、ポポポッとこうきましたが、第5試合ちょっと喋ってみたいと思います。このカード、事前の予想ではですね、混合の、特に船木さん、中島さん、曽谷さんと藤田和幸選手の絡みどうかなと、それから X によってはそのあと3人の、組み合わせがどういう風になるのかなみたいな話をよくしてました。で、X ですよ。一説には永田選手なんじゃないかとか、鈴木選手なんじゃないかとか、あるいは全日を退団した某選手じゃないかとか、そういうね、読みがあったんですけど、全く意表をつかれました。いや、皆さんこれどうでしょう。意表つかれたのかな。なんと長谷博士、石川県知事、長谷先生がなんとこの X というまさかの展開。まずこれでもう会場がぶわっとこう湧いたんですよね。で、何よりもこれわっと湧いたのは、
この長谷先生出ずっぱりというかですね、全然こう飾りじゃないんですよね。中島克彦選手のこう鋭い蹴りをですねバシバシ受ける。だけどこう裏投げも決める、ジャイアントスイングも大原はじめ選手に決める、そして船木選手の蹴り、中島克彦選手の蹴りとダブルでこう蹴られてもですね耐えるっていう、相当長谷先生がこうやられるシーンで会場から大丈夫なのっていう空気感が最初ちょっとあったんですよね。あったんですけど、途中から全然そんなことを感じさせずにちょっと感動すら覚えてしまうぐらいに素晴らしいこうコンディションといいますかね、はい、素晴らしいコンディションだったと思います。で実際ですね、長谷先生勝っちゃうみたいな、はい、まあ途中で大原はじめ選手と野沢論外選手の絡みが面白かったりとかで、藤田和幸選手と剣道家臣選手がほとんど目立たないっていうですねまあもう本当に長谷先生の独壇場っていう、もうこの前半戦の話題を一気に持っていったんじゃないかなというぐらいのこの X 長谷先生の大活躍でした。ヤフーでも速報上がってましたですよね、はい、そして第6試合です。ティモシー・サッチャー VS ジャック・モリスでね、この第6試合ちょっと地味だなと思ってたんですよ。どんな展開になるかなと。ところがですね、外人選手同士でこう空気読めんのかみたいにこう失礼ながら思ってたんですけど、ティモシー・サッチャー選手は腕取り一つ、試合運びで意外と見せていく、そしてそれにちゃんとジャック・モリス選手も応えるというか、で終盤ジャック・モリス選手が一気の逆転から勝利を飾るっていう。で試合自体もですねずっとこう引き込まれちゃいましたね。でジャック・モリス選手が最後、ティモシー・サッチャー選手本当に良かったんですよ、試合運びとか。でも、ジャック・モリス選手がちゃんと受け切った上で、こう関節の攻撃とか受け切った上で、当たりの強さで最後、ティモシー・サッチャー選手に勝ったなっていうとこだったんですけど、この試合のハイライトはちょっと不思議だったのが、ジャック・モリス選手が勝った後にですね、ジェイク・リー選手、某全日を退団したと、新日行くんじゃないかと言われていたジェイク・リー選手が音楽とともに登場、そしてジャック・モリスに握手、手を差し出すと。で最初ジャック・モリス選手はこう身構えるんですけど、何やらこうささやかれ握手して一緒に帰っていくという、ちょっとですね、ここだけはなんとなくですね、この展開何なんだろうと。ジェイク・リー選手がこうね期待されてると思うんですけど、ノアファンにどこまでこう馴染みがあるのかなという空気感、微妙な、そしてこうどうしてジャック・モリス選手と握手してんだろうっていうこの不思議感、そんなものがありました。でもこの第6試合本当にごめんなさい、こんなに面白い試合になると思ってなかったです。ついついこの外国人選手同士の戦いっていうのはもう間延びしちゃうかどうかなと思ったんですけど、やっぱりティモシー・サッチャー選手が本当に下地がしっかりしてるというか、試合運びも非常に良かったです。これもう一回見てみたいなと思わせてもらえるような試合でした。ここまでが前半戦というんでしょうかね、ちょっと荒かったんですけど、第5試合のこの X が長谷先生がだいぶ持っていっちゃった感があるんですけど、印象的だったのはですね、ここまでこう試合のカラーがどれも被らずにこうで、ファンキーエキスプレスも含めて全ての選手が持ち味をちゃんとこう出して主役を張りながらですね、かつこう非常にうまくこうつないできたな第6試合までという感じでした。そして第7試合です。ここから後半戦と言っていいんでしょうかね、 GSC ジュニアヘビー級選手権、
天草選手 VS 宮脇潤太選手。もうこのカードも謝らないといけないですよね。いや、そうは言わなかったですけど、グダグダになっちゃうんじゃないかなと思ったんですよ。試合運びという意味で。で、宮脇潤太選手はこう帰ってきた時のマイクアピールがですね、あまりにこう真面目ちゃんで、大丈夫かと。天草選手はこの間ダンテ・レオン選手に勝った時の試合運び見てて大丈夫かと思ってたんですけど、いや、これは宮脇潤太選手と天草選手の手が合うからなのか、ものすごく試合の間が良かったんですよね。で、天草選手がこうガンガンと攻めて、いつもの一本上司じゃなくて、ちゃんとこう余裕を持ってペースを変えるというか、受けの間合いに入るとき、ガンガンとこう攻めてですね、いつもならばもうポン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 次の技にこういくんですけど、王者らしい振る舞いというか、そういう間を作れてたように思います。で、一方、宮脇潤太選手も、本当に技が的確で、なおかつ腕の取り合い一つ、試合運び一つ、これまた宮脇潤太選手も試合の間合いが本当に緩急がいいんですよね。そして、三角飛びからの場外へのなんていうんですよね、技は分かんないですけど、その体をこう天草選手に当てていくと。で、これがまた天草選手に的確にダメージを与える。で、その後また天草選手がロープから飛んで宮脇潤太選手に確実にヒットさせるという。気がつけばですね、GSC ジュニアヘビー級選手権として全然こう見劣りしない素晴らしい試合になってたなと。で、宮脇潤太選手の体というか技が的確なのは驚きましたし、ボディバランスもとってもいいし、鍛えてるのもよくわかる。で、同時にやっぱ天草選手のこの何でしょうか、私あんまりここまでのこの受けというか試合運びのできる天草選手、ごめんなさい、大変お見それしておりました。で、本当に熱戦になったんですが、結果天草選手が最後は複雑な丸め込みといいますか、抑え込みといいますかで、宮脇潤太選手からピンホール勝ちと。ですが、これ、どうでしょうね、続きをまた見てみたいとも思いましたし、宮脇潤太選手が一気にこうジュニアヘビー級戦線といいますかね、結構上のランクに行くんじゃないかなと。で、もちろん、このね、勢いを、この日本武道館以降にちゃんと行けばですよ、上位の選手と当たった時に非常に面白いんじゃないかなと。今回挑戦したのが、誰もね、早田選手がいないからとか、他の選手が他のカードに当たってるからとかじゃなくって、おお、宮脇すげえなみたいな、そういう風に今後も思わせるような試合でしたし、今後もそういうテンションをですね、維持していただけたらとっても楽しみでした。そして天草選手、とっても良かったです。第8試合 GSC タッグ、タカ&サトシ VS マルケンでした。で、やっぱりですね、この健太の入場と丸藤の入場、それぞれ別々にこう入ってきたんですけど、観客のボルテージが一気に上がりました。で、やっぱりみんな待ってたんだなっていう空気感が、もう本当に。で、この武道館がどうしてもムタさん、新助中村とか、あるいは GC ヘビーの方に、目が行きがちだったんですけども、やっぱり健太お帰りというか、でまた健太の表情がよくって、で、その後ヒステリックでこう入場してくる丸藤選手とリング上で握手っていう、もうその瞬間にこう会場のなんか空気感がうおっとこう来るのとですね。でまた健太選手の表情がなんかいいんですよね。一方杉浦選手、小島選手、いつものようにこう入ってくると。
で入ってきた時にもう一つすごかったのが健太選手と杉浦選手の何とも言えない睨み合い。丸藤選手と健太選手のこの握手もものすごく絵になったんですけど、小林さんかといった杉浦選手と健太選手がこう顔をほぼ突き合わせるような形で睨み合ってる。しびれましたね。なんか歴史がね、一番こう杉浦選手がなんか納得いってなかったのかなと思ったところがあったんですけども、この2人が睨み合った瞬間、ものすごい緊張感走りました。そして試合が始まると、まず健太選手がロープ際まで押し込んで杉浦選手に張り手一発。それに対してニヤッと笑った杉浦選手。そしてその後同じように今度杉浦選手が押し込んだ時に張り手一戦。果たして試合はそこからもう一進一退でした。健太選手、新日でこういう試合あんまり見てる記憶がないんですけど、非常にこう杉浦選手とも小島選手とも非常に激しくやり合ったというか、なんかずっとノアでやってたかのような錯覚を受けるぐらいのいい試合でした。で、結果最後はですね、一進一退の攻防の上で小島選手がサポート外してからのラリアットで丸藤選手からピンホール勝ちと。試合内容は本当にタッグ選手権としてもう非常に一進一退に見どころある試合だったんですけど、終わった後このピンホール取られてこう起き上がりが気味のこの丸藤さんと体育座りをしながらこう悔しそうなというか、なんですかね、なんとも言えない表情を見せていた健太選手がすごく印象的でした。でそのままスッとこう帰って、その後のインタビューとか全然わかんないんですけど、なんかこういう健太なら継続参戦してほしいなというか、また見たいなって思っちゃうような、なんかこの続きがまたこう見たくなるような、そんな GHC タッグ選手権でした。いや、とってもいい試合でした。そして第9試合です。GHC タッグよりも上位にランクされたジュニアヘビー級タッグ選手権、陽平 KGVS 小川義成エイタ。ファンキーな陽平 KG 選手の入場、もちろんそうなんですけども、この試合に関しては小川義成エイタ、本当に現れるのかっていう感じがね、みんながこう危惧してたと思うんですけど、エイタが入場してくる、そして後ろからしっかり小川義成入ってくる。で、お互いに同じコーナーのはずなんですけど、距離を取ってコーナーに控えるというか、試合前もですね、全然一緒にこうならないんですよ。で、先発はエイタがこう出るんですけど、小川義成にタッチしていいかみたいなことを場内に聞くわけです。で、なかなか縮まらない距離なんですけど、小川義成が上から手をパチンとこう叩いて入っていくと。でですね、やっぱりエイタ選手すごいですね。まずそのペースを変えるというのがまずうまい。そして腕の取り方だけでも多分小川選手に通じるものあるような気がしました。そして、本当にその足を決める、手を決める、そして体を当てる一つでこう試合のペースを作っていける。なんか小川選手とものすごいいいコンビだなって思っちゃいました。で、何よりもこう瞬間のですね、攻撃力っていうのがまた瑛太選手地味にすごいなと。で、最後瑛太選手が陽平選手をラッシュの末に一気にと言いますか、本当に畳みかけと言いますかね、陽平選手の首がガコンとこう来るほどの最後フィニッシュと、フィニッシュ直前にもうカンとこう来るんですけどね、あれスローモーションでもう一度ゆっくり見てみたいなと思いました。試合が終わった後、気がついて勝ちなるのいいをこう瑛太選手が受ける前に小川選手スタスタとベルトを持って帰っちゃうんですけど、海鮮大河さんが言ってましたよね。このチーム大丈夫ですよと。
まあそうなんでしょうね。小川選手と早田選手のタッグのような、むしろ、個性という意味で瑛太選手の方が僕と、本当にこの小川選手と瑛太選手のこのタッグっていうのは、もし続けばですよ、本当に別に仲良く並び立たなくていいんですけど、相当強いなと思いましたね。ちょっとこれに匹敵するチームないんじゃないかなと思います。いや、陽平選手も KG 選手も躍動感良かったんですけども、この試合に関しては小川選手と瑛太選手の攻防はあるんですけど、独壇場と思いました。もうペース作ってるのが小川瑛太組。まあでもこれも本当にいい動きの陽平選手、KG 選手 VS じっくりとペースを作っていくから最後のラッシュ、瑛太選手という意味で、これまた非常にいい戦いでした。そして第10試合 GHC ヘビー級選手権、清宮海斗選手 VS 拳王選手。煽り V の作り方良かったですよね。まあ、悔しさと、だけどやっぱり振り向かしてやるっていう。まあ、お互いの清宮選手、拳王選手のこういろんな思いが、本当に煽り V 自体、非常によく作られたなと思います。そして果たして試合はですね、序盤からもうそんなに早くそんな技出しちゃうのという休みのない展開になっていきました。で、若干その場外への攻防とかで怖いシーンがいくつかあったんですけど、ただまあ途中から本当にお互いの、蹴りもチョップもエルボーも思いっきり受け合って、もう何のペース配分もなくいくような GHC ヘビーにしては、そのじっくりした展開ないわけではないんですけど、かなり全ての仕掛けが早いというか、試合の展開が早いといいますかね。かといって、雑でもなく、とっても激しい攻防になりました。何度も清宮選手のそのドラゴンスープレックスで決まったかなと思わせるシーン、シャイニングウィザードで決まったかなというシーンがあり、で、清本選手のハイキックで、清宮選手完全に意識飛んだかなと思うシーンもあり、試合の前半はやや清本選手がペースを作っていくんですけども、清宮選手が後半持ち直してお互いに攻防、そして最後は清宮海斗選手が変形シャイニングウィザードといいますか、本当に、清本選手の頭を押さえて膝を当てるというですね、シャイニングウィザードを自分の形にした技でピンフォール勝ちと。いやでもこれはですね、なんでしょうか、比較的 GHC ヘビーとすると、メインイベントの2があるからだとは思うんですけど、出し惜しみをせず、だけどこう雑な展開でもなく、そして GHC ヘビー、なんて言うんでしょうね、そこまでやるのっていう、その場外の攻防とかもちろんそうなんですけど、そこまで技を出しちゃうの、そこまで技を受け切っちゃうのっていう怖さと切なさも感じつつ、決まってほしいけど決まってほしくないみたいな、なんかこう GHC ヘビーの今までの流れを間違いなく組んだ素晴らしい、時間はそのめちゃくちゃ長くはないんですけどね、素晴らしい戦いだったと思います。拳王選手も清宮海斗選手も出し切った、そんなカードだったと思います。で、この後にメインイベントの2が来るんですけど、仮にどうでしょうね、この第10試合で終わってたとしても、もちろんこの第10試合もいいんですけど、ここまでの展開がですね、素晴らしかったと思いました。何が素晴らしかったか、全ての選手が本当に持ち味というか、やるべきことをしっかりやって激しくいって、試合として面白くって、で演出という意味でも煽り V が本当によく考えられて作られてて、試合がこうどれもかぶってないっていうですね、緩急も含めて
ずっと見入っちゃったというか、で第7試合以降がこの選手権試合なんですけど、そこまで持っていくカードも本当にうまく結果うまくこう並んでたんだなっていう、よく考えられたなというのがあれですし、そこまで持っていく、それぞれの選手が全てこう自分のなんていうんだろう、役どころっていう言い方はちょっと変なんですけど、分かりつつすべきことをこう間違いなくやりきったという。そして7試合目以降の選手権も全て見応えがこうあって、それぞれのまた持ち味が違って、第10試合までが食い入るように見てしまいました。そして第10試合、確かに試合時間としてはさほど長くないんですけど、見てて、さっきも言いましたけど、切なくなる、怖くなる、だけど共に立ち上がってほしいし、もう立ち上がらないでほしいという、今までのね系譜を持った、これが武道館のフィナーレであっても本当におかしくないっていう、うまく伝わってるかどうか分かんないですけど、第1試合から第10試合まで煽り V 演出、そして試合内容、そして選手の技、受け、激しさ、マルケンの再会、杉浦隆と健太の再会、X の登場、全てですね、ここまで素晴らしかったなと思います。で素晴らしかったんですけど、試合が終わって清宮海斗選手がこう退場して暗転した後、さらに会場の空気が凄まじくなります。和太鼓の登場、そしてリーさんのですねバイオリンがこう始まって、 WWE で見てた、もちろん演出だとかこう会場の作りは違うんですけれど、武道館というハウスの中で新助中村が入場してくる空気感っていうのは、まさしくWWE のそのもんだと思います。入り込んでこう入ってくる新助中村、それに対してグレートムタがですね、本当にオーソドックスに入ってきました。新助中村のというもう全然空気感の違う、それまでの10試合目と明らかに違う、その入場に対してムタが変化球なしに入ってくる、これも新鮮でした。そして並び立ったこの絵、試合はですね、ムタの世界観の中で新助中村というプロレスラーが新助中村を完璧に演じきったという、ムタワールドの中でね。で最後ムタの毒を吸い取って逆にムタに毒切り噴射、そこからのピンフォール勝ち。もしこれがムタと新助中村じゃなかったら試合としたら面白いけれどもっていう話なんだろうと思います。でもですね、なんて言うんだろうな、この試合ものすごい良かったと思います。でも言い方とするとメインイベント2と言いますか、ボーナストラックという言い方の方がいいかな。だけど言いましたように、ムタの作った世界観の試合を新助中村というアクターが完璧に激しく演じた。なんでしょうね、この2人だからできたこのフィナーレといいますか、WCW 時代に、新日からこう飛び出してというかね、長くこう WCW でこう活躍し、いろんな場を作ってきたムタ、そのムタをガキの頃から大好きだったんですよっていうね。だけどムタを終わらさないといけない新助中村の役割、そしてそれを完璧にやりきった新助中村で、これも新助中村が WWE という世界の中でトップのね一人としてこうやってるっていう、その新助中村だからこそあれができた。
と思いますし、終わった後の表情、ピンホール勝ちをしてしまった後の表情、そしてバイバイマイアイドルと去りゆくムタに対して言葉をかけた後、花道を追いかけていって肩を貸して一緒に去っていく。本当に大好きだったんですよ。そのムタの作った世界でムタを終わらせる役割、そういうアクター新助中村、ムタと新助中村が作った世界観、ムタの世界観だと思いますけど、一つそのノアの武道館という通常の流れにプラス、今しかできないまさしくボーナストラックがここにあった。いや、もうなんて言うんでしょうね、お腹いっぱいという表現はどうかと思いますけど、演出面も含めて進行、カード編成、そしてそれぞれが完璧にやりきったこの武道館興行、素晴らしかったなと思います。ごめんなさい。いや、もう本当に何度も言っちゃいますけど、興行として、あるいはショーとして、あるいは大会として、いろんな言い方あると思いますけど、素晴らしかったと思います。ただ逆にこれで今後もこのイベントの作り方がスタンダードになるんだぞっていう、自ら自分たちのハードルを上げたよなとも思いますし、逆にそれをこうやっていくと必ず集客に結びついていくかなと思うので、ぜひ今後も一つの大会をこういうレベルで成功させるっていう、そんなことを、これはどっちかというと運営側なんだろうと思いますけど、選手もそのカードの意味っていうのをこう考えていれば、こんな素敵な興行になるんだなというふうに思いました。本当にそれぞれの選手、そしてメインイベントでものすごい重圧の中でやっただろう清宮選手と健吾選手、そして、ムタ選手と新助中村、素晴らしいフィナーレを作ってくれて、何かとんでもない物語のエンディングを見たかのような気持ちにもなれました。皆さん人によってね、見方はいろいろ違うと思うんですけど、この武道館大会どういう風に見られたでしょうか。いろんな方がおそらくこの武道館大会について明日以降、今日も出てるのかな、ライブだとかいろんなものが、皆さんいろいろ言ってると思うので、どういう風に皆さんが見てるか、また改めて私も見てみたいと思います。いや、もう新年、またムタ選手の売買ムタもありますし、武藤選手の引退試合が東京ドームペーパービューで行われるということも決まったと。そういう中でそれぞれの選手が今後どういうふうに、ノアの大会を作っていくのか、ますます楽しみになった、そんな元旦日本武道会大会レビューをお伝えしました。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。